海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は数学の予想の判例を実際に自分たちの手で検算してみた回です。検算？数学の証明って自分で確かめられるものなの？数字だけ先に言います。1939年に提唱されて87年間世界中の数学者が証明も判例も出せなかった予想があります。今回3つの違う点を同じ式に入れたら全部同じ1つの点に着地して、しかもその式のヤコビ行列式という数はどこで計算してもマイナス2で一定でした。87年3点が同じ1点にマイナス2で一定。もうそれだけでこれまじ。しかもフィールズ賞という数学の大きな賞を取ったテレンス・タオさんという研究者本人がこれを大きな奇跡に見えるとブログに書いています。私たちも実際に計算して確かめてみました。発端は7月19日レベンとアルポディさんという数学者の X 投稿でした。ヤコビ予想は誤りだったと216文字ほどの短い判例を投稿したとニューサイエンティストが報じています。それだけでもこれまじ案件じゃない？それだけでも十分なんですが、今日の主役はその2日後です。7月21日フィールズ賞という数学の大きな賞を受賞しているテレンス・タオさんが自分のブログにこの判例を丁寧に読み解く解説記事を書きました。媒体はタオさん個人のブログです。これもしかして私たちが計算した画面？そうです。先に言っておくと私たちもこの判例を実際に計算して確かめました。ヤコビ行列式は本当にマイナス2でした。詳しいやり方は第5章でじっくりお見せします。でも代入すればわかる式なら87年の間に誰か一人くらい気づいてもよくない？そこ実はいい質問です。それを含めて順番に見ていきます。まずこのチャンネル自身も制作にクロードというアンソロピックのツールを使っているので、その関係は最初に淡々とお伝えしておきます。判例に関わったとされる AI も同じアンソロピックのモデルです。じゃあ改めてヤコビ予想って何を予想してたの？複素数の世界で多項式、足し算と掛け算だけでできた式で作った変換の話です。この変換にはヤコビ行列式という一つの数を計算する方法があって、それがどこでもゼロにならない一定の数なら多項式でかける逆変換を持つはずだというのがヤコビ予想でした。虫眼鏡で見て大丈夫そうでも遠く離れた場所同士がこっそり同じ場所に着地してるかもしれないってこと？まさにそこです。1939年にケラーさんがこの予想を提唱してから、この局所で OK なら帯域でも OK かという問いに誰も最終的な答えを出せずにいました。数学者スメイルさんが1998年にまとめた21世紀の数学の問題リストにもこの予想は入っています。87年間世界中の数学者が挑んでそれでも決着がつかなかったんだ。しかもタオさんの記事によるとこの予想は一次元では自明に成り立ちます。変数が一つだけなら傾きが0でない一定の数を持つ多項式は必ず一次式で、その逆変換も一次式になるからです。二次元では今も未解決のままです。今回の判例は3次元の話でした。タオさんの記事に出てくる判例は複素数の3次元空間から複素数の3次元空間への変換です。3つの式を組み合わせた1つの変換で次数は7。ヤコビ行列式はどこで計算してもマイナス2一定です。マイナス2で一定なら局所的には潰れていない証明書ありってことだよね。タオさんの記事ではそうです。ところが0、0、マイナス4分の1という点と1、マイナス2分の3、2分の13という点、それにマイナス1、2分の3、2分の13という点、この3つの違う点をさっきの3つの式にそれぞれ入れると全部同じマイナス4分の1、0、0という1点に着地します。局所的には大丈夫なはずなのに3つの違う場所が同じ1点に重なっちゃうんだ。重なった時点でこの変換は逆向きに戻せません。ある1点に元の場所が3つあることになるので、答えから元の場所を1つに決める逆変換が作れないんです。ニューサイエンティストによるとアルポディさんが投稿した式は216文字だったといいます。216文字が87年間未解決だった予想への判例になり得るんだ。でも代入するだけで確かめられる式ならもっと早く見つかっててもよくない？そこがタオさんの記事の一番面白いところです。本人の言葉を引用します。数7の式なのでヤコビ行列式は本来次数18まで複雑になっていいはずです。それなのに定数以外の項が全部0になる。タオさんの記事の計算ではこれは1329個の式が同時に成り立つ必要がある一方、この形の式が自由に選べる余地は360個の自由度しかない
というレベルの偶然だと言います。1329個の条件を360個の自由旅で満たす。数が合わなくない？普通に手当てたり次第で探してもまず見つからない組み合わせです。タオさんの記事では X で別の数学愛好家がこの判例をもっと図形的な説明に整理したという話も紹介されています。タオさん自身も専門的な道具をなるべく使わずにこの奇跡を自分の中で噛み砕く作業としてこの記事を書いたと述べています。つまり裏に隠れた仕組みがあるってこと？そこまでは分かっています。タオさんの記事にはこの式を言い換えた少し別の見方も出てきます。ある3次式は1次式と2次式の掛け算に3通りの方法で分解できることがあります。この3通りの分解が最後に3つの点が同じ場所に集まる理由の土台になっているという説明です。その3通りの分解が3対1の構造につながるんだ。この仕組み自体はかなり専門的なので今日持ち帰ってほしいのはそこには意味のある構造があるという一点です。ここ一番気になってた。実際どうやって確かめたの？まずSIMPyという数式を厳密に扱える Python のツールを使いました。分数のまま計算するので小数の丸め誤差が入りません。3つの式をそのまま打ち込んでまずヤコビ行列式を記号のまま計算させます。記号のままってどういうこと？ X、Y、Z を変数のまま展開して行列式の式そのものを整理する方法です。具体的な数字はまだ入れません。結果は-2という定数だけが残りました。どんな点を入れても-2になるという強い確認です。それって代入を何回も試すより確実ってことだよね。そうです。続けて3つの点をそれぞれ分数のまま代入しました。0、0、-4分の1も1、-2分の3、2分の13も-1、2分の3、2分の13も全部きっちり-4分の1、0、0に一致しました。自分の計算だけで満足しなかったんだ。念のためウルフラムアルファという独立した計算エンジンにも同じ式をそのまま入力しました。ヤコビ行列式はウルフラムアルファでも変数のまま計算させて同じく-2点の代入は3点のうち1点を代表として試してSIMPyと同じ-4分の1、0、0になることを確認しました。2つの別々のツールで同じ答え、しかも分数のまま丸め誤差なしで。計算エンジン特有の間違いである可能性はこれでかなり下がります。ただし私たちが式を書き写す時点で同じ間違いをしていたらその間違いは両方に残ってしまいます。 100% の保証はできなくても独立した2つの目で見たっていうのが大事なんだね。はい、少なくともタオさんの記事に書かれている定理2の2つの主張、ヤコビ行列式が-2であることと3点が同じ点に着地することは私たち自身の手で独立に確認できました。数式を見て本当かなで終わらせず実際に自分の手を動かして確かめる。このチャンネルはこれからもそういう回をやっていきます。気に入ったら登録しておいてほしいのだ。次に検算できそうな主張が出てきた時も一緒に確かめよう。そういえばタオさんの記事誰が判例を出したかはあんまり書いてないの？実はタオさんの記事自体はアルポギさんの名前を一度も出していません。タオさんの原文をそのまま訳すとこの予想は最近フェーブル AI を使って3次元では偽だと示された。したがってより高い次元でも偽であるニューサイエンティストの記事にリンクする形でこう書いているだけです。ニューサイエンティストの記事ではその辺もちょっと詳しいんだよね。そうです。アルポギさんはハーバード大学の数学者で X の投稿で親しい友人のフェーブルがワールドカップ決勝戦の間に取り組んでくれたと書いたと報じられています。ニューサイエンティストはこれがアンソロピックのクロード、フェーブル、ゴーサスと見られると推定の書き方で報じていて断定はしていません。アルポギさん本人もアンソロピックも同氏の取材には応じなかったそうです。ちなみにあるハッカーニュースのスレッドはタイトルでチャット GPT って書いてたって聞いたことあるんだけど、判例そのものを最初に示したとタオさんが紹介しているのはフェーブルです。チャット GPT が元の判例を発見したという記述はタオさんの記事にもニューサイエンティストの記事にもありません。じゃあチャット GPT は完全に無関係なの？実はそうとも言い切れないんです。タオさんは記事の最後に AI 開示としてこの問題についての議論やいくつかの計算の確認に AI チャットボットを使ったと書いています。リンク先はチャット GPT でした。判例を最初に示したのはフェーブル。タオさんが記事執筆中の議論と計算確認に使ったのはチャット GPT と役割が分かれているということです。2つの違う AI が別
の役割で関わってたんだ。ニューサイエンティストではクイーン・メアリー・ユニバーシティ・オブ・ロンドンのアビシェク・サハ氏が数学で AI が大きな役割を果たした事例としてはおそらく最大級の予想だとコメントしています。ただどんなプロンプトを与えたのかは公開されておらず、そこには人間側の工夫もあったはずだとも述べています。そういえば AI が数学の証明に関わった話、他の回でも扱ってるから、気になる人は概要欄からチェックしてみて。あっちは30年開いていた略を議員形式検証付きで閉じた話だったよね。そうです。今日の話と合わせてみると AI が数学に関わる事例が増えているという流れがよくわかると思います。それで結局ヤコビ予想は完全に決着したの3次元での判例については私たち自身の検算も含めて中身の計算は確認できました。ただし今回軸にしているタオさんの文章はあくまで個人のブログに書かれた解説記事です。私たちの検算も学術誌の査読を代替するものではありません。2次元の場合はどうなの？タオさんの記事によると2次元のヤコビ予想は今も未解決のままです。1次元は自明に成り立つと分かっていて、3次元とそれ以上の次元では今回判例が出た2次元だけがまだ開いているという状態です。今日のまとめです。1939年に提唱されて87年間答えの出なかったヤコビ予想に2026年判例の主張が出ました。フィールズ賞のテレンス・タオさんが7月21日付でこれを解説するブログ記事を書きました。3つの違う点が同じ1点に着地し、ヤコビ行列式はどこでもマイナスに、この2つの主張を私たち自身もシムパイで3点すべてウルフラムアルファでも記号的なヤコビ行列式と3点中1点を交差チェックして確認しました。判例を最初に示したのはフェーブル。タオさんが記事執筆中の議論と計算確認に使ったのはチャット GPT。役割が違うっていうのも大事なポイントだね。そして2次元の場合は今も未解決。今回の話の一次ソースはタオさん個人のブログの解説記事だったというのも忘れずに。このチャンネルはこれからも本当に確かめられるかを自分の手でチェックしていくよ。続報が出たらまた追いかけますね。みなとミントでした。気に入ったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。バイバイ。